は色塗り堂です。今日はですね、リンゴが続いたので、塗り絵のご紹介をしたいと思います。もう、私が持っている塗り絵本の全部、大した量ではないと私は思っているんですけれども、そこそこな量ございます。早速、おすすめ、基本的に色鉛筆がおすすめの大人の塗り絵になってます。が、中には、水彩でも描けるよとか、水彩の方がいいかなっていうのも入ってはいます。はい。では早速ですね。まず何といっても、初心者におすすめな大人の塗り絵がこれです。大人が楽しむ塗り絵、ルズテの花ですね。で、これ A4 版です。小学館さんで発売されてて、今は廃盤になっております。残念ながら。で、これ、ここに書いてある通り、8枚なんですけれど、線画が2枚ずつついてて、で、紙質がとてもいいんですね。それと、バラバラにできて、こうやって元の絵と並べて塗れるっていうのもいいですし、大きいし、線が分かりやすいんですね。なので、これは、もし、そうそうないんですけれど、古本とかで、未使用のものが出てたら、多少の日焼けとかあっても、おすすめです。適正価格でならですね。初めて買った塗り絵がこれだったんで、まだまだ塗ってないものあるので、まだ楽しめるんですけれども、小学館さん、これもそうですし、これの第2弾があって、これもね、廃盤なので、出してくれないかなって思ってたりします。8枚ってこんな感じですね。次がですね、
川出処方新社さんかな。定番の大人の塗り絵シリーズ、これですね。これは A4 版よりも一回り小さいサイズです。こちらも線がわかりやすいです。紙質も悪くはないです。色鉛筆にはいいですね。水彩にはちょっと頼りないかもしれません。でも、裏が白なので、私、切り離すタイプですので、水彩もいけるとは思います。こちらは11枚で、こんな感じですね。お花ばかりですけど。こちらは、ミシン目が入っていて、切り取る形で、で元の絵のページを、3は切り取れない。けど、そのページを、横に持ってきて参考にしながら見れる。そんな感じですね。綺麗ですよ。これもおすすめでございます。ルズーテだけじゃなくて、何人かの絵が入ってる感じですね。で、同じ大人の塗り絵シリーズ。こちらは名画、ゴッホとかセザンヌ。風景画なんですけれども、実はですね、ほんと素敵な絵ばっかり入ってはいるんですが、この通り、小さいんですよ。すごく。当然ですね、大きい、もともとは大きい絵を A4 版よりも小さくしてあるので、細かい。ただセザンヌなんかは塗りやすいかもしれない。実は私、シスレのを塗ろうとして、断念しました。見えなくて。そうですね。これは、色鉛筆よりも、
水彩画の方が、それも、不透明水彩とかの方が塗りやすいかもしれないです。あと、元の線画はあんまり気にせずに、お手本見ながら、お手本というか原画ですね。原画の縮小版を見ながら塗っていくのもありかなと思います。初心者には向かないと思いますね。で、これが大人の塗り絵シリーズの優しい方ですね。優しい大人の塗り絵ディズニープリンセス。これも A4 版よりちょっと一回り小さいサイズです。これ、このシンデレラとかダイソーさんの塗り絵とかにも出てくるやつなんですね。で、これの何がいいかと言いますと、全体的にはこんな感じですかね。11種類。これです。わかりやすいかな？わかります？線がですね、黒くないんですよ。なので、まだ塗ってないんですけど、黒線が気になる人にはいいかもしれません。あと、やっぱりダイソーさんのより大きいので、塗りやすかろうと思います。水彩でもいけると思いますけど、私はこれは色鉛筆でいきたいなと思ってます。これおすすめですね。お高いのはなんですけどね。100円ショップに比べればですけどね。最近ゲットしたやつですね。ちょっとゲコがいるのがなんですけど。で、次はですね、100円ショップシリーズ。これがディズニープリンセスですね。さっきご紹介したそのシンデレラ、同じ絵なんです。絵は同じ。大きさが違うのと、線がこっちは黒いんです。黒いから目立つので、消したくなっていく。出るうちに。なんでしょう。
ちょっとね、細かいところも、こういう集合1ページにキャラがプリンセスがですね、たりとかなってくると、ちょっとこういうところとかが小さく感じますね。今これ拡大されてるんですけど、初画カメラで。こういう裾のところとか。これも、でも色鉛筆がいいでしょうね。と思います。お値段考えると、紙質も、そうですね、お値段考えたら紙質いいと思います。これはお値段以上で、いろんなところでおすすめされているのでだと。そしてこれもダイソーさんのプーさん。個人的に傑作があるんですけど、1枚塗って、でも見せるとですね、これは SNS で発信してはいけない、危険だ、と言われてしまった代物がいない。かわいいです。大抵のページがですね、ディズニープリンセスと比べると、やっぱり、単純化されている絵なので、線が太く感じますね。ただ、プーさん黄色いので、あと絵柄的に、これはこれでいいのかなと思ったりします。これから塗る感じですね。これも、色鉛筆がよかろうと思います。ね、ダイソーさんだけじゃなくて、セリアさんとかのディズニー欲しいなと思っている。こちらもダイソーさん。優しい大人の。これ何種類も出てて、これは綺麗な花々。A4 より横が少しで、縦は A4 ぐらいあると。薄手の紙ですけれど、水彩でもいけるし、色鉛筆でもいける。そうですね。これは水彩、色鉛筆で塗ったやつなんですけど、こっちは色鉛筆ですね。でも色鉛筆。
2種類、多分、線画を処理してる方がお二人とかいらっしゃって、線画が2種類あって、この手の線画と、この手の、繊細なタッチの線画とあって、こっちはわかりやすいんですけど、ちょっとこっちのバージョンがわかりにくいので、わかりにくい方を筆で、まず、水彩でやって、わかりやすい方は色鉛筆でっていうのがいいのかな。でも、透明水彩だったら、線画を活かしたこっちの方がいいかもしれません。これはね、200円。もう200円でこれなら、すごくお得だと思います。こちらが第2弾。第2弾っていうか、順番わからないですけど、個人的に2つ目。さっきの優しい大人の塗り絵の楽しく塗る花と実。これ、そう。例えば、でも、原画だった、これは原画なので、線は見えないわけですよね。ただ、色鉛筆で塗ろうとしたら、どうしてもどんなに頑張ってもですね、下の線が見えてしまうので、多分これは、不透明水彩や透明水彩とか、学童用絵の具だとか、そういうのを使って塗った方が良かったと思われます。こんな感じですね。素敵なんですよ。これ見るとダリア塗りたくなるんですけど、ダリアはね、塗るの大変なの知ってるので、まだ手をつけて。玉ナス良かったですよ。色鉛筆で塗ったので結構大変でした。線が単純で分かりやすくて、これは色鉛筆でも水彩でもどっちでもいいかなって思いました。これもおすすめですね。次がですね、もうご紹介するまでもない江草かの子さんのシリーズです。これは3冊持ってまして、森が奏でるラプソディ、まだ途中、あちこち塗りながら行ってる感じなんですけど、とても、コロリアージュではないので、
コロリアージュ的なページもあるにはあるんですけれど、コロリアージュではないので、見やすいです。細かいところもあるにはあるんですけど、とても見やすいですし、塗りやすい感じになります。メッシャー。いろんな動物がたくさん出てきますね。大きさはですね、真四角。A4 よりも、幅が 2.5 センチ、3センチ。くらい横幅があって、縦が3センチくらいかな。深い感じ。最近ゲットした、これも小さいと、愛らしい動物たちのシンフォニー、美しい自然に癒される縫い絵、シンフォニー・オブ・キュート・アニマルズ。まだ塗ってないんです。ここら辺、やっと昨日手つけた。素敵です。ほんと、さえいなければいいのにって思いますけど、ゲコがいても買ってしまうくらい、とても素敵な絵なので、なんですね。大きさが、少し小さめなので、初心者はこっちから行った方がいいのかなって思います。紙質的には、裏面があることですし、いろんな画材使っていけると思いますが、慣れてない人は色鉛筆がいいんだと思います。水彩とか慣れてる人は水の調整だとかそういうの慣れてればいろんな、インクでも何でも使えると思うんですが、本当これもですね、いろんな動物出てきますね。ゾウさんとか。これがですね、私が愛してやまないレオンの足跡をたどれば、猫と一緒に季節を巡る旅のレオンズジャーニーですね。これが私の愛してやまない。猫好きなので、これを塗るために、動物の猫の毛並みを塗る練習をしたりしたぐらい。ね。これ結構いっぱい出てくるんですよ。これも。
てしまえば問題はない。本当可愛らしいんです。ね、こういう表紙を見てると透明水彩とかでも塗りたいなって思うんですけれど、まだ私の技術はそこまでいってないので、これは丁寧に色鉛筆で塗っていきます。で、最近ゲットした、これ小さいやつですね。ポストか、はがき2枚サイズです。を半分で、はがきサイズ。お仕事動物という。こうやって、ここが、こう、切り取り線が入ってて、原画というか、お手本というか、見ながら塗れるっていう。そして、どっちもポストカードで使えます。まあ、大抵の人はね、使わないと思うんです。いやー、かわいい。おー。色鉛筆もいいけど、水彩も使いたいですね。あ、一応これ、大人の塗り絵シリーズらしいです。つかなかった。革でしょ、更新者。16枚です。で、確かに紙は厚めです。このぐらい厚ければ、水彩でもいけるかなって安心して塗れる気がいたします。次がですね、最近ゲットした大人の塗り絵プレミアムからももちあきさん。ずっと欲しかったやつですね。これは A4 かな。いや、A4 よりちょっと大きい。縦はちょっと小さくて、横は大きい感じですね。まあ、四角ではないんですけど。これです。素敵なんですが、このように、こう、繊細。繊細な絵でして、結構、初心者、辛いかなっていうのと、とて
も素敵な線なので、線画が素敵なので、やっぱり色鉛筆もいいけど、水彩色鉛筆とか、透明水彩とか使いたいなって思って、狼さんを透明水彩で塗り始めたところなんですが、ね、素敵なで、紙質はこうやって裏がないので色鉛筆でも水彩でもいい。ただ色鉛筆で塗ろうと思うと、もしかすると初心者だとこういうところ、細かいところがちょっと戸惑うかもしれませんね。あまりこうきっちり塗ろうっていう感じではなくて、淡くこう色をつけていくって感じで塗るのがいいかもしれません。次ですね、アナザーワールド TS メグさん、YouTube の動画で塗り絵っていうと、この方の動画結構出てくる。ファンの方は、まあ、もちろん、お買い求めになられたことでしょう。結構前に出たやつなんですね。で、私は最近知ったので、これを見て、このハートのエースを見て、どうしても塗りたいと思って私は買ったので、しつこく研究してというか、塗ったのがこれなんですけれど、そうですね、初心者の方にとても親切。こう塗り方とかがね、こう揃える、TS メグさんの愛用品ということで何使ってるかっていうのだったり、基本の塗り方から実際の髪の毛の塗り方だったり、こういうのがカラーページでついてるので、どうしてもですね、塗る方の種類が少なくなってるんですね。25枚あるってことなんですけれど、背景これ背景なしバージョンなんですけど、背景があるなしだったり、あとは、
これがバストアップ。表紙、これバストアップなんですけど、全体像とこう2枚あったりして、設的には十数種類で言えるのかもしれません。ただ、私みたいに、2枚欲しいなとか、思う人前だと不安で緊張しちゃうっていうタイプの人がいいんじゃないかなって思いますね。目が悪いから全体だと全身像だとこう細かいけど、そのバストアップだったら濡れるとか、そういうことがあると思います。で、これはおすすめではありません。じゃじゃん。お話塗り絵ディズニープリンセス。はい、この表紙で編集発行うさぎ出版さんで、発売元が立花出版さんのやつなんですが、これお安いんですよ、Amazon で。400円しないんですね。300円台。で、ただ、普通に紙質は普通なんですが、絵がこれではありません。表紙の。全く違います。ということだけそうですね。シリーズがいっぱいあって、これ12番目。69種類あるんですね。これは12番目のプリンセスってやつなので、こっちの方の新しいやつだとまた違うのかもしれませんけどね。まあ、お子様の塗り絵には良いかと思いました。で、AI 塗り絵に参ります。これ、おすすめしたこともある花と女性の肖像画なんですが、これストレス解消にとってもよろしくて、バサバサと髪の毛ばっかり塗ってたり、ちょっとお花も塗ってみたりとかしてたんですけれど、これね、値上がりしてて、私の記憶ではこれ1700円ぐらいだったと思うんですけど、1000円、3000円弱ぐらいになってました。で、ちょっとおすすめいたしかねる状況になっております。かぼちゃ塗りたい方向けなんですが、全部かぼちゃなんですよ。まあ、女の子とかぼちゃ。なんだろう。デッサンとかいろいろ気にしない人にはいいかもしれません。
ね、写真っぽいのあったりするんですけど、AI だけあって、どうしても、こういうところとか、洋服がワンパターンだったり、いまいちこれは何とかあったりはします。おおらかな方にはいいと思います。可愛いしね、女の子。次が、ワールド・オブ・ファンタジー。これも AI ですね。フォレスト・フェアリーズ&なんだろう。竜なんですね、多分。竜なんですけども、竜は、あんまり、こうやって楽しく塗れるところもあります。顔とか結構変えたりしちゃってるんですけど、それは自分の好みでやってる。なんというか、AI なので、半分、ページとしては、これは半分ぐらい、半分も塗れたかな、塗れるかな、塗れないかな、どうだろうって感じです。これはですね、かなり目を開かせてますね。これも顔かなり変えてます。で、絵柄もいろいろなので、これすごく変えたやつです。元の絵全然違いますね、顔が。いろいろそうやって変えたりするの好きな人は、なんでしょう、相手が AI ということもあるので、作家さんのこととか気にしなくて済むので、改変するときに、罪悪感持たなくて済むという。そういうのに楽しみを見出せる人には、これもよろしかろうと思います。で、私が猫の毛を練習した猫と花の大人の塗り絵ボール1ということで、50枚猫さん、かわいい猫さんが入ってる。これも AI なので、あまりデッサンとかパスとか気にしない方向けかと思います。
可愛いんですよ、猫。たまらんしょ。このシリーズの猫、ほんと可愛くて、もちろん可愛い猫の塗り絵たくさんありますけれど、AI で、しかもこの大量な枚数、AI だからこそできる。紙質、薄いんですよ。で、ザクザク塗れる感じ。この感じ。このシリーズはね、ほんと欲しいなーって。何冊か出てるんですけど、ほんと欲しいんですよ。欲しいものリストに放り込んであるんですけどね、この、2とか3とか。売ってない塗り絵がたくさんあるので、我慢してる状態。ね、猫のその毛とか、動物の毛とかね、練習したい方に最適だと思いますね。はい。私はこれで練習します。そして最近ゲットした AI のポケットアートカラーリング。これ3なんですけど、1、2？これはフルーツなんですね。でも、お花もあるし、あと、宝石みたいな。これは、20枚あるんですけど、小さめで、こういう風に、バラ。私はバラしちゃったんです。結構原画素敵なんですよ。原画って言っても、これは AI と、これを読むとですね、AI と伝統技法を融合しって書いてあるんですよ。伝統技法が何なのかよくわからないんですけれど。でも、よく AI にある、わからないものだとか、そういうものはないし、明らかに歪んでるとかそういうことないんです。ただ、これの問題は一つだけあって、この紙がね、薄くて、ツルツルしていて、色鉛筆、多分水彩も無理だと思われ、裏面もありますしね。で、色鉛筆でも、色がですね、本当に薄くしか乗らないんですよ。重ね塗りもできない。なので、私、プリンターがお家にあって、コピーできる方にはおすすめしたいものではあるんですけど、複製するなっていう
れたって、この紙で出されてる限り、出ませんからね。だから、まあ、個人の範囲内で、お家でコピーして使う分にはいいと思う。まあ、それなりの厚みの紙でですけどね。でしょ。まあ、コンビニのコピーは紙の持ち込みができないので、お家にコピー機のある方、まあ、コピーができるプリンターがある方、プリンターのある方前提ですね。コロリアージュ2冊。ヨハンナ・バスフォードさんの有名な、日本でコロリアージュに火をつけたと言われている秘密の花園。初めて買ったコロリアージュで、先生と塗ってたわけなんですけれども、目に問題のない方にはとてもおすすめですが、老眼には辛い。そしてその後フラワーズを買ってでプレゼントして塗り始めたところ、老眼が悪化し、ちょうど老眼が悪化しましてね、ほとんど塗ってなかったんです。背景塗るのに凝ってたんですね。背景ばっかり塗ってあるんです。塗ってある場所。このぐらいなら塗れるかなと思って、クリスチェンさんの動画を見ながらやったんですけど、僕の塗り方は辛かった。でも、塗れるペースがないわけではない。ということで、久しぶりに、塗り始めました。ギリいけるかなーって感じですね、この辺。この辺になるともう無理ですけど。結構はっきりと大柄のページもこれとかね、あるので、といって老眼の方にあえてこれをおすすめしようとは思いませんが、目が悪くないのであれば、これはとっても、おすすめです。世界中で流行ってるので当然、たくさんの人は紹介してます。塗り方もいろいろ動画見ながらできる。
最後、これは、アマゾン発行と思われるんですが、色つむぎさんという方の作品になるみたいです。髪の毛、ね、ストローク長くてストレス解消になるので AI のやつが良かったので、もうそこに絞ってヘアラインズ、これ2冊出てますね、女性のが。で、男性バージョンも出てるので、確保しておきたいなって思ったぐらいなんですけれど。AI だったらどうしようって思ってたけど、そんなことないみたいで、ちゃんと線が綺麗です。で、AI の処理にびっくりみたいなことも起きてません。美人ばっかりで嬉しいです。これは楽しみでしかないですね。鉛筆でストレス感じた時とか、余計なこと考えちゃったりとかするときに、もうスポーツのように塗るのが私の目的でございます。はい。色つむぎさんいいのいっぱい出してるんですよ。これもこれも欲しいになっちゃうんですけど。この表紙のカラーもね、綺麗なんですよ。なんでしょうね、デジタルなんでしょうかね。なんかこんな風に唇塗りたいなって思ったり。なんかこう、ポイントで、例えば建物を塗りたい。建物の風景を塗りたいだとか、ファンタジーの中でも建物、ファンタジックな建物、あとファッションだったりっていう、こう、いろんな、こう焦点絞った塗り絵が出されているので、色つむぎさん、要チェックと思っています。これも色つむぎさんなんですよ。どうです？可愛くてちょっと変なモンスターたちの塗り絵集。これ。アドラリドレンジモンスターズ。かわいいっていうことで、衝動買いしました。これ買って何をしたかというと、これも色つむぎさん。私、ばらしました。なぜかというと、裏はないんですけど、これほんと薄いんですよ、紙が。薄いので、このままこれに塗るにしても、例えば色鉛筆で塗るにしても、下敷きを入れるか、こうばらすかしかない。
彩で塗るにはもちろんコピーするしかないほどの薄さなんです。色鉛筆でね、塗るのがいいと思いますけれど、どっちでもいけるようにということで早速バラしました。で、バラすときに注意したのは、切ってもよかったんですけど、切らないようにバラしました。のり付けされ、のりでの製本なので、こうね、表紙と裏表紙つながってる状態でなるように。もしも後々こう合体させたいと思う時が来たら、またのり付けすればいいんだわということで。めちゃ皮です。めちゃ皮ですよ。ハートをガシッと掴まれました。早く塗りたい。40枚ですね。塗りたいと思える。表紙みたいにこう淡い色で塗ってもいいし、こうもさもさっとこうもっと立体感出しても可愛いだろうし、渋い色味でもなんかモンスターチックだし、カラフルにしてもぬいぐるみっぽくて可愛いし、ですね。キャラクターものってあんまり私子供の頃からあんまりこう心惹かれないんです。このなんかちょっとボロボロチックなこの感じ、ぬいぐるみで欲しいなーって思うくらいお気に入りです。はい。以上ですね、私の現在持っている塗り絵すべてでございました。この後で、画像検索とかできるように写真をこう載せていこうかなと思いますので、写真検索できる。気になったものをお買い求めください。おいおい動画塗り始めたらいろいろアップしたいと思います。それではですね、この後を